皆さんこんにちは、角鹿のりこうです。本日のテーマは毎年大人気の動画、少ない本数で飾れる本格お正月花ということで、早速本日の飾りがこちら。はい、ということで今日はこちらのたった3本で本格的なお正月花いけていければなと思ってるんですけど、実際にいける前に何を使っていくかだけざっと見ていきましょうか。まずこちらがお正月のど定番若松ですね。もうこのチャンネルでも毎年何度も登場してるんですけども、1本の茎からほとんど曲がりがなくスラーっとてっぺんまで伸びていまして、ただ1箇所だけこのように枝分かれしており、そこから何本か付け枝をつけるのが特徴になります。今日はこのちっこいのも合わせると4本ついていますね。で、毎年このチャンネルではいろんなお正月花ご紹介していまして、もう今年で5回目になるのかな？かなり本格的な、経験者でも参考になるんじゃないかなっていうお花から、今日の動画のように少ない本数でもしっかりと飾れるような、そんなお正月花だったり、こういう落としたちょっとした枝を使って、100均とかのアイテムでちょろっと飾れるような、そんなお正月花だったり、本当に色々とご紹介しています。ですので、今年からこのチャンネルご視聴し始めた方は、再生リストのお正月花に過去の動画もまとめてありますので、ぜひね、そちらも参考に皆さんの好きなお正月花を見つけて、今年チャレンジしていただければなと。ということで、こうやってたくさんついてるとちょっといけづらくはあるんですけど、ただ落としていくと意外とこういったものでまた一作ちょろっと玄関とかに飾れたりするので、若松を選ぶ際はこの付け枝がたくさんついてるものを選ぶと良いかもしれないですね。今日いけるお花もこの辺り何本か落とすんですけど、その後全部使っていければなと思うので、よろしければ参考にしてみてください。で、松がお正月に飾られる理由なんかも何回かね、過去の動画でご紹介してるので、今日は割愛していこうかなと思います。ということで、まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。続いてこちら、真っ赤な実がとっても綺麗な南天。この花材は昨年の最後にとっても華やかな立派なお正月花を生けたんですけど、その時に確か初登場しましたね。この寒い冬の時期にこういった立派な赤い実をつける植物というのは、やはりお正月でも重宝されておりまして、子孫繁栄や五穀豊穣として生け花ではよく飾られます。また、南天という文字から、南が転じて福になりますようになんて願いが込められて、この花材はお正月によく生けられますね。そして最後にこちらが百合ですね。お正月花というと和のイメージを持たれている方が結構多いと思うんですけど、定番のこの松に合わせるお花としては、菊とか千両、あとは今回の南天みたいな和花はもちろんバチッと決まりますし、こういった百合や、あとはバラや蘭なんかも華やかなので実はすごく合うんです。今こうやってご覧いただいても全然おかしくないですよね。ですので今日はたった3本なんですけど、華やかなお正月花というところで、こちらの百合を生けていければなと。最後にもう一点、百合を生ける際に、百合の花粉というのは、一回服とかにつくと、もうほとんど取れなくなってしまうぐらい結構危険なものでして、花びらについても跡が残ってしまうのであまり綺麗じゃないんですね。ですので、生ける前に事前に落としておくと良いです。で、ここまで花びらが開いてしまうと、花粉濃も広がって、すごく粉が落ちやすくなるので、より危険なんですけど、この開きかけの状態ですと、まだ花粉濃がそこまで開いてないので、私はよくですね、こうやって若干開いてる時に、早めに花粉をプツンと積んで落としてしまいます。で、このぐらいですと花粉濃まだ開いてないことが多いんですけど、今日もうかなり開いちゃってるので、あまり手で触りたくない。これぐらいかな、開いてるのは。あまり触りたくないけど、こう手で引っ張るとプツンと取れるので、見えるかな？こんな感じですね。花粉濃が開いてないと、こういう感じなので、まだ粉ついてないんですけど、これがパカーッと開いてくると、こんな感じで茶色い花粉が出てきます。で、この粉が手とか服につくと取れづらくなるので、これは絶対触らないようにすると良いですね。で、今の一つだけだったかな。やはりこのぐらいの開き加減ですと、他の花粉濃はそこまで開いてないですね。こんな感じ。これでも若干ちょっと開いてるな。この状態でしたらそこまで花粉は手についたりしないので、この段階で早々に取ると良いです。ちなみに今最初の花粉のを取った時にちょっと花粉に触れただけで、この指の先黄色くなってますよね。これがまたなかなか取れないですし、こうやって擦るとどんどん黄色いのが広がってきますし、さらにこの指が服とかに触れるともう落ちなくなってしまうので、皆さん百合を生ける際は注意してください。今日はこちらのたった3本の花材と、器がこちら、陶器の花瓶ですね。これは生徒さんが作ってくれたものなんですけど、ちょっと金属質を感じるような、なんとも味わいのある器ですね。で、せっかくなので少ない本数を生ける際の花瓶の選び方というのも今ついでにご紹介しておこうかなと思うんですけど、まずあまりおすすめしない一つ目の器がこちら。
なんてことない花瓶でして、昨年もこの器を使ってスーパーで売られているお正月花セット、綺麗にいける方法っていうのもご紹介してるんですけど、少ない花材の場合ですと、花瓶の口が広いと、スラッと縦に立てたくても、横にこうやって倒れてきちゃうんですね。で、さらに言うと、あと2本、こんな感じでいけたとしても、かなり口元がスカスカしてきてしまう。で、生け花というのはなるべく足元がキュッと引き締まってた方が綺麗に入るので、そういった意味でまず一つ目 NG の器としては、こういう口が広い器ですね。こういった器は生けづらいです。そして NG の花瓶2つ目がこちら。これは先ほどよりちょっと大きめになるんですけど、例えばたった3本でもすごくボリュームのある松だったり、難点もものすごく大きかったりしたら全然この器で大丈夫なんですけど、今回の花材の量感で言うと、3本とか4本とか少ない花材の場合、上のボリューム感が足りなくなって器がすごく強く見えてしまうんですね。ですので最初にご紹介した花瓶よりは口元がキュッと引き締まってはいるんですけど、ただ全体のサイズ感が先ほどより大きいので、これも今日の3本ですと合わないかなと。じゃあ口のすぼまってるものを使えばいいんだというところで、3つ目の NG がこちら。これでしたらこのまま刺せば縦にスラーッと入ってくれるので、一見正解な器に見えるんですけど、今この状態でどうでしょうか。口元の部分がかなり細いので、もう松1本でいっぱいいっぱいになってしまってるんですね。で、今日ですとユリなんかはもう1本こう入ると思うので、2本で飾るっていう手はあるんですけど、ちょっとまだ上寂しいですし、難点をご覧いただくとかなり茎が太いので、この花材ですともう生けることができないと。ということで口細い方が生けやすいんですけど、あまり細すぎても花材が入らないので NG。で、最後こちらの器だったらありかななんて思いまして、今の話から生ける花材の特徴とか本数、そんなところを見極めて器選びをすると良いと思うんですけど、今日生ける3本ですとこの口のサイズ感なら入るんじゃないかなと。ただ今日の花材、若松、南天、ユリですね。どれも結構立派なものだったので、それをマックスで活かそうと思うと、この器だと逆にちょっと小さいんじゃないかなっていう気はしますね。少しボリュームを少なくして、例えばこの器のサイズ感に合うように、松の高さ、このぐらいにしてしまって、あえて南天をこうやって主役にスッと高くいけるっていうのもありですね。なんかもうこれで出来上がってるな。この後2作目でパパパッといけていきましょうか。ちょっと図らずもとってもいいお花になりそうな。ただ、このサイズ感ですと少しボリュームを下げてあげないといけないっていうのが伝わりましたかね。で、一番最初にこの器をご紹介するときにお話したように、この立派な花材たちをマックスで活かすとしたら、今日の器はこちらが、教室にある器でしたら最適解なのかなと思って選んでみました。口元も細いですし、あとはそれなりにサイズ感もあるんでね。今日はこれを使っていきたいと思います。今ご紹介した器の選ぶポイントなんかもぜひぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。よし、それでは実際に生けていきたいと思います。まずはこちら。メインの若松をスラーッと縦に生けていく。で、今日の花材の量感から言うと、器のサイズ感も見るとこのぐらいの高さになるのかな。ちょっと上が見切れちゃってますけど、まずはこのぐらいのサイズ感で生けていきます。で、この松という植物はかなり強いので、寒い冬の時期ですと平気で1ヶ月ぐらいは持っちゃうんですけど、もし水揚げが心配な場合は、枝物というのはこの下の部分の切り口をハサミで半分に割ってあげると、より水を吸う面積が広くなるので、水揚げが良くなって持ちも良くなります。さらにもう十字に割ってあげてもいいですね。そうすると花持ちは確実です。そしたらこれをスラッと生けていく。で、口が細いとは言ってもまだ下の部分スカスカなのでこう倒れてきちゃうと思うんですけど、後から花材が入ってくるとどんどん口が詰まってまっすぐスラッと立ってくれると思うので、とりあえずまずはなんとなく縦にこんな感じで生けておくと。で、このまんまですとまだ付け枝の数がちょっと見えないか多いので、後から落としていこうかなとは思ってるんですけど、今落としてしまうと元に戻らないので、とりあえず様子見で他の花材が入った時に見ていきたいと思います。そしたら続いてこちらの南天を生けていく。で、今回ですとこの松が主役になってくるので、松よりは南天を下げるんですけど、これ2つパターンがあって、もう1本あれば高い位置にふわっといけるのと、あと低い位置にも入ると長短とかメリハリがついてすごく綺麗に飾れると思うんですけど、今日はたった3本、そういった制約があるので難点は1本だけというところで、
下にこの葉っぱの広がりがわさっとあると、この後ユリが入ることで下がかなり重く見えてしまうので、今日のこの難点は逆に上にボリュームがふわっとつくようにいけていこうかなと。で、上にボリュームがつくようになんですけど、あくまで松の方が伸びやかにというところですかね。これも枝物なので、先ほど同様下の部分をしっかりと割っておく。そしたらこの赤い実が横にふわっと広がるように切っていきます。こうすると上にかなりボリュームがふわっとつきましたね。で、この段階で南天の葉っぱと松の付き枝というのがちょっとごちゃごちゃと交差して見えてしまっているので、ここで少し付き枝を整理していきます。1本、あと3本はついたままでいいかな。そしたら南天の葉っぱですね、これも少し軽くしていこうかな。あんまり取りすぎるとせっかく上にふわっとしたボリューム感とか空間に働きかけた線が軽くなってしまうので、とっても難しいところではあるんですけど、ただ私の感覚ですと、今葉っぱの広がり、特にこれとこの子が中心線から左右対称のような広がりを見せているので、ここはちょっと左右で崩したいなというところで、まずこっち側を落としていきましょうか。これで一気に左右にメリハリがついたんじゃないかな。とりあえずこれでいいか。松のメインの線も邪魔してないですしね。 OK、 とりあえずこんな感じかな。そしたら逆に今足元の部分が枝1本だけでスカスカしているので、この部分をユリでまとめていきたいと思います。ということでこちらのユリを生けていく。で、これは1本から3輪がついているので、このまんまブサッと刺してしまうとちょっとこの3輪が散漫というか、バラバラに見えてしまうので、今回はそうだな、花でこうやってねじめっていって口元をキュッと引き締めれればと思うんですけど、綺麗に咲いてるものが足元に来るといいんですよね。こっちの開きかけのものだとまだすぼまってるので、ねじめにはちょっと弱いんですよね。ということで、まずはこの一番大きい一輪をここの分岐の部分で落としていく。ユリはこうやってメインの茎からスッと枝分かれしてポンと花がつくので、こうやって落としたところで、この長さで改めてこう生け直せるので、意外と生けやすい花材になるんです。ということで、まずはこちらの2輪を生けていきます。これは前に1輪ポンとくるので、逆に前後の立体感を意識するのに少し後ろ目にこう奥行きで生けていきましょうか。画面越しだと分かりづらいんですけど、これが真横だとしたら少しこういう感じ。ちょっと分かりづらいね。とりあえずこんな感じかな。で、ここで今意識したポイントとしては、南天の実がこちら側にスッと伸びて、ユリがこっちに来てしまうと、ちょっとこちら側のボリュームが大きくなって偏ってしまうので、こちら側に重さを出すように生けてみました。そしたら続いてこちらの先ほどのユリを生けていきます。今足元がスカスカしてるので、ここの部分をキュッと引き締めるように手前にスッと張らせていく。こんな感じかな。これで上の花材の部分と下の器との接点ができたので、より一体感が出たと思うんですけど、まだ中心部分、この辺りがスカスカしてるので、そこをフォローするように先ほど落としたこちらの若松を生けていきます。水に浸かってしまいそうな下の葉っぱはきれいに落としておく。そしたらこの辺りが寂しいかな。まず1本。もう1本は、これが1本生きてるので、こっちを落としましょうか。この難点の実もあるんでね。で、今落としたこの付け枝も生きてきます。一つのパターンとしては、まだ中心部分こうスカスカしてるので、少しこう染料とかを混ぜ込むとふわっと華やかになると思うんですけど、今回はですね、ここ1本綺麗に収束されてるので、これはこれでなんかスラーッと立ち上がった姿がすごく綺麗だな。全然ありですね、このまんまでも。ただこの2本の若松が短くこの中心部分に入ることで、今この松の緑の葉っぱの部分というのが上にしかボリュームがついてなかったため、下とちょっとこう移り合いが良くなかったんですけど、こういうのがこうやって口元に入ることで、より全体のバランスとして一体感が出て整うんじゃないかなと思います。で、最後に、このチャンネルでよくご紹介しているこちら、水引き。こういった小物が入ると一気にお正月感増すので、今回もこれを生けていこうかなと思います。
下の部分にこうやってふわっと広がるように入ってもいいでしょうし、ただ先ほどもお話したように今回のお花の魅力はここの部分、足元がスッと一本で立ち上がってるっていうのがすごく綺麗なので、あまりこうやって下の部分に入れるとこのスッキリさが損なわれてしまいますね。中心部分をふわっとまとめるっていうのも手ですし、あと水引きってネットで調べるといろんな結び方が出てくるので、そうやって結んだものを上の1箇所にポーンと飾るっていうのも手ですし、ただ今日はいつも100均で水引き買ってくるんですけど、これ市場ですごく綺麗なのが売っていたので立派な水引き買ってきたんですね。これでも290円くらいだったかな。なのでこの長さを生かして上の部分からこう滝のようにさーっと下がるようにかけていこうかな。こんな感じにしましょうか。ですのでまずは適当な長さでこの水引きを切っていく。そしたらこの切った水引きの下の部分をセロハンテープでペタペタと留めていく。これ本当に正しいやり方かって私わかんないんですけどね。綺麗に飾れればいいのかなと。そしたらこれが滝のようにさーっと下がるように、この松に針金かなんかでこうピッと留めていこうかなと。で、ちょっと動画時間が長くなりそうなので、最初にご覧いただいたもう一つのパターンですね。あれは次回の動画でこのお花をリメイクする形で生けていければなと思います。ということでこれでたった3本でいけるちょっとしたお正月花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。